小さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくだはい、さい。今日はですね、この春、今4月、今日は、6日ですかね、ですけど、いろいろもう新芽がどんどん出て、緑がどんどんこう綺麗になってきてる時期だとは思うんですけど、この時期に落葉樹代表的なのがもみじカエデとかですね、こういったものの、芽がもうどんどん伸びてきてますので、これを今ちょっと一手間で剪定しとくかしとかないかで先々が随分変わってきますので、それをちょっと、簡単なやり方だけのご紹介していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもみじですね。新芽が出てどんどん最初1段目葉っぱが出て2段目ってどんどんこう伸びてるんですけど、これほっとくとどんどんそこに養分が走りますから枝が太くなってくるんですね。だからそれを止めとくと、間を止めとくとそれを抑えられると、またその後出るんですけど、出たら出たでまた切ってあげればいいんですけど、こう伸びてるやつをちょこちょこ今切っとくと形があまり崩れずにキープできると。ちょっとこういう細いのもそうですけどね、最初に出てもうある程度ちょっと太くなってきてますからね、もう2段目が出て、こういうのを間が出てる分を止めていく、これをやっとくかやっとかないかで変わってきますので、ちょっと伸びてきてるやつなんか間から出てる分をこうちょんちょんと止めていくだけですね。これなんかもう3段目ぐらいまで出てますからね、ちょっとこれを1段目まで切り戻すとだいぶちっちゃくなるんですけど、こんなやってですね、随分変わってきます。これは切るか切らないかでですね、こんな感じですね。これなんかも元気よくどんどん出てきてるんですけど、これ順次やっていくって感じですか。そうですね、出たら切る出たら切るっていう繰り返しですね。だから意外とだからこういったもみじカエデ何回もこういう剪定 しなきゃいけないので、それを手間と考えると手間がかかるものではあるんですけどね。で途中ですけど、これこの間、取り木をかけた分ですね。仮ですね。はい、取り木をかけた分、これもまたどんどんこう伸びてきてるので、これなんかも取っとくと後々枝が太くなりすぎずにいきますので、ちょっとこう切っといてあげるといいですね。ちゃんと葉が出てきてますので、なんとか今のところは順調ってとこでしょうかね。もう取り木かけたところがあんまり見えなくなってきてますよね。茂ってますもんね。なんかここですもんね。うまいこと言ってるんではなかろうかなというふうには思います。
前回もだからお話ししたように早ければ今年の秋、遅くても来年、春先には、切り離せるかなというふうには思ってます。ちっちゃいのがこうできそうですかね、今のところ。はい、これはちょっと小葉うちは楓という品種なんですけどね、これも同じような形でこう出てきてるやつを切っていってあげます。これなんかも見た目小さいんですけど、なかなか足元きれいにできてるやつですから、こういうふうな感じなんですね。今の時期春どんどんこうやって芽が伸びてきますので、こういったのをこまめにちょこちょこお時間があるときにですね、切っておかれると後々がですね。で今日はですね、今ちょっと軽く、こういうもみじ楓等の、剪定っていうかですね、この時期から始まるちょこちょこ切っていかなきゃいけない剪定をちょっと今やったんですけど、今日はですねこの赤目ソロ、これを使ってですねちょっと、面白い鉢があるので、それにちょっと植えてみようかなと思います。穴開いてるんですね。だからこのままだと土が全部こぼれてしまいますから、ここを埋めてあげないといけないんですけど、埋め方はいろいろネットを使うやり方もあればいろいろあると思うんですけど、今日はここを、苔で塞いで植えるみたいな形をちょっとやってみようかなというふうには思います。これ鉢なんですか？鉢です。ちょっと変わってるでしょ。変わってますね。あらら、取って初めてわかるという、結構根がパンパンですね。葉刈りをしてもいいんですけどね、あんまり今日は根を切るつもりはないので。切らないかんかな。
こんな感じでちょっと根を、出したんですけど、あんまり根を切らずにちょっと葉残ってますのでね、このままちょっと植え付けていくんですが、植える時にですね、よく愛好家の方なんかとかですね、あんまり慣れてらっしゃらない方なんかよくありがちなやつなんですが、鉢のど真ん中に植えるんですね。で真ん中でいいんですけど、例えばそうですね、こうあってこういうのの中に植えるのに、こうやってど真ん中に植えるのは全然いいんですけど、ただ上物というか上の部分との兼ね合いバランスもありますので、まっすぐ昔、最近あんまりないけど直管言うてですね、もうまっすぐした木ですね、ああいうのなんかはど真ん中でこう両脇にこう枝があってっていうので全然いいんですけど、最近はいろいろこう曲がったやつだとか、そういったやつが多いので、そういう時にこうど真ん中に植えてしまうと、ここからこっちに枝がいくと。でこれが県外言うて鉢からこう外に出すみたいな、そういうのはいいんですけど、そうじゃない場合はですね、これをど真ん中にやるんじゃなくて、ちょっとこっち側に枝があるんであれば、木がこっちに振ってあるようなやつだったらちょっと反対側に持ってってこっちからこう流れてあげると、バランスが取れるというようなやり方なんですけど、で見た時にパッと見た時鉢があって、もう鉢の形は変わりませんので、これをど真ん中に植えると、バランスがそこでどうなのかというのをちょっと見られるといいかと思います。だからこれもちょっと、私から見たら右側ですけど、ちょっとこちらに寄せて植えております。これど真ん中に植えるとここからこっちにこう来ますので、その辺でちょっと、バランスをとってもらうとより見やすい木になるかなというふうには思います。であとこう入れた時にですね、ここにこう空間ができるんですけど、この空間っていうのがですね、この空間も一つの、盆栽の、風景っていうかですね、だからここがあることによって景色が出るというような作り方ですので、植える時に木全体のバランスを見て、どっちに植えるとこう中心が来るのかっていうのを考えて植えられるといいかと思います。よくこれ、何でもかんでも真ん中に植える方いらっしゃるんですけど、一つその辺を考えて植えられると、またより見た目がいいものになってくるんじゃないかなというふうには思います。これ今先ほどこれ筒になってましたですけど、鉢がですね苔を埋めてありますので、土が流れ出ないようにですね。でこれこのままだったら水かけた時にスポンと抜けてしまうので、これをちょっと針金で簡単にですけど
こう U 字針金で U 字を作ってですね、これを差し込むことによって、ちょっと泥流れを抑えてあげる。苔を、苔が水かけた時にこう流れ出ないようにですね。はい、こんな感じですね。ちょっと変わってる鉢でしょ。こんな感じもあるんですね。こんなまたちょっと変わり鉢があったらまたなんかやりたいなとは思いますけど、前は結構こういうのをよく扱ってたんですけどね、最近はもうなかなか植えるのも大変なんで、あんまりないのでって言ったらこういったもう筒状の鉢ですかね。こういうのですね。こういう穴があって、これも穴開き。いやこれ水抜けの、普通の鉢ですね。ただこれは植えるのは普通に植えられるんですけど、これでちょっとこう垂れるような植物なんかいいかとは思うんですが、ただこれは注意しなきゃいけないのはですね、これに植えた時に中まで水が通るのにやっぱちょっと時間がかかると。なるほど。だから簡単にさらっとかけただけじゃ下まで水が通らないので、その辺を考えてやっぱたっぷり水をかけてあげないといけないんですけど、これもちゃんとした作家さんが作った鉢なんですね。杉下霊峰という方が作られた鉢ですけど、その奥さんが作られた鉢かな、確か杉下霊峰の奥さんがデザインされて作られた鉢じゃないですかね。なんかそういうふうに以前聞いたんですけど、こういうのもありますので、またよかったら参考にしていただけるとですね。これが中、先ほど横にあったやつちょっと押し込んであれしてますけど、こういうふうな感じでですね、泥止めはこういう苔でやってあげて、あとはこの状態で水をかけてあげるという形ですね。鉢の色も綺麗なのでですね、これ赤目ソロで、本当はもっと赤目ソロもうちょっと赤が強いかなと思ってたんですけど、こういう瑠璃色なんで
赤は基本的には合うんですよね。色が際立つというかですね。はい、こういうのもやってなんかこういう変わり鉢見つけられたらなんかいろいろこうやってみられると面白いかもしれないですね。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ大場さんコメントです。はい。富士桜の動画についたコメントです。はい。藤枝垂れ桜の剪定から植え替えまでのポイントを抑えた論理的な解説、よく理解できました。ありがとうございます。ありがとうございます。川綱を入れるということでしたが、ボラ細粒を使うと何か問題がありますかっていう。問題っていうかですね、基本的には川綱ではなくて山綱なんですね。で、山綱っていうのは要は御影石を砕いたような感じのちょっとこういびつというかゴツゴツしたっていうかこういう形の石の粒なんですけど、この山綱を使うことによって水はけを良くし、しかも保水性が上がると。で川綱の場合は割合どっちかというと丸いので全部こう穴を埋めてしまうのでですね、意外と水はけが良くなかったり、粒の大きさによってはもうずっと常に熟熟状態が続くというような形になるので、川綱ではなくて山綱という形ですね。市販で売ってるもので山綱川綱は全然別物でありますので、山綱というものをちょっと探して使われるといいかと思いますけど、でボラもですね特に宮崎とか、鹿児島の方もそうですけど南九州のこちらの方って意外とボラって豊富にあるんですね。だから場所によっては結構安い値段で、手に入るところも非常に多いので、使われる方も、宮崎でも県南の方とか結構多いんですね、使われる方が。でところがですね、これは盆栽をする場合にはですね水はけはもちろんいいんですが水持ちは非常に悪いと。でもうカラカラになってしまうんですね。だからできたらボラは下に水はけを良くするために下にこう敷くのはいいですけど植える主要度としてはですね草物は別ですけど、盆栽木を植える場合には混合させる場合特にですけど、ボラよりはやっぱり山綱とかこういったものを使われた方がいいかというふうには思います。なるほど。水持ちもよく水はけもいいと。そうですね。だからうちこの辺でやるときにですね、実際にうちあたりでもあるんですけどボラを使われる方いらっしゃるんです。であと気流なんか気流綱っていうのがあるんですけども使われる方いらっしゃるんですが、やっぱり宮崎っていうのは今週もこれから雨ばっかりなんですけどね、非常に雨が多いところだから水はけは良くないといけない。でもやっぱ南国って言われるだけあってこれから特に暑い時期がずっと続きますけど、で年がら年中どちらかというと暖かい地方ではありますから乾きもその分早くなる。だから当然保水性のあるものじゃないといけないんですが春もこのぐらいの時期になるとですねボラとか切り綱を使ってる場合は朝水をかけても昼頃にはもう乾いてしまうと。風通しが良くて日当たりがいいところの場合はですねで、山綱を使ってるとそれが昼過ぎてもまだ表面に湿り気があると。でだからこの時期だったら朝かけたらそうですね3時4時頃にかけても全然大丈夫。ところが、ボラとかだとどうしてももう昼頃には2回目をかけないといけないというふうなご自宅にずっといらっしゃってこまめに水かけがいくらでもできる方はいいんですけど、そうでない方の場合はですねやっぱりどうしても水が切れがちになってしまう。で当然水切れを起こせば木に必ずダメージを受けると。だからあまり盆栽をする場合にですね木を植える場合にはボラでっていうのはあまり好ましくないかなというふうには思います。わかりました。それといつものテケテケさん、はいありがとうございます。前回のコメント、はい、先週から師匠いっぱい見れて幸せ。ありがとうございます。ハートマークが3つついてます。ありがとうございます。あと黒松のお手入れに来たコメントです。はい、
手入れをしていない伸び放題の黒松盆栽を知人からいただいたのですが、はいはい、松の葉は短く切ってしまってもいいものなのでしょうか。まあ当然葉を切れば切った葉先っていうのは赤くなりますけど、まあ手入れをしてない放置しているやつって、まあ、当然葉は長いでしょうから、長いまんまでいるよりは、まあ、見た目まんまよろしくないですからね、ちょっと適当な長さでカットするというのは別にさほど問題ではないとは思いますけどね。はい、切りすぎたら問題とかそういうことはない。まあ、あんまり短すぎるとですね、まあ、実際にいらっしゃるんですけど、県内の方ですけど、黒松葉が長いから言うてなんか何ぐらい5ミリかそんくらいえらい切られてたんですね。でまあ、それこそ最初の頃です。もうだから20年ぐらい前ですけど、私初対面で会った時に「あんたは免許持ってるのね」って聞かれましたですね。免許と思って、だからなんかその方は通信教育で盆栽師の資格を取られたそうなんですが、でわしは持っとるとでいう話をされてですね、まあ随分なんかあんたは持っとらんのかみたいな感じで言われてたんですけど、まあ時々呼ばれていくと、まあそのたんびにいやこれはこうじゃないとダメじゃないですかねみたいな話をしたりとかで、そこで葉が長いからちょっと切ったって言われて芽が出てこないとで言われて行ってみたら5ミリ歩かないかやったですね。なんでこんなに切ったんですかっていう話をしてたんですけど、まあやっぱりあまり切りすぎるとそういうこともあり得るということですね。だからまあ限度がありますよね。だからまあ葉を切ること自体はさほど問題ではないと思うんですけどね。まあお手入れをする場合、例えば伸び放題だからって言ってその針金をかけたりして形をちょっと整えようっていう場合も葉があんまり長いと邪魔になりますからね。だからそういった意味ではこうカットするのは逆に作業しやすくなりますから有効だとは思いますけどね。まあそれこそまあちょっと参考になるかどうかは分かりませんが、放置されたっていうかですね、これはお客さんのとこから持ってきたやつですけど、種をまいてそのままほとんど手入れもせずめっきりもせず、何年もほったらかしてた木ですね。で、だから当然立ち上がりは全然細工が入ってませんので、まあ、こんな状態で、来たんですけど、まあ、これも何回やりようがねえかなというので、この間からちょこっと、これちょっと一回下げますけど、まあ、こんな感じでもうただ伸びきてますので、なかなかこれをっていうのも非常に、面倒なというか厄介なものなんですけど、まあそれもちょこっと考え方変えてやると、まあ、例えば1点目これなんかももう伸び放題だったんですけど、まあちょこっと針金かけてくねくねさせて、まあ、立ち上がりはまっすぐなんですけど、まあそれでもちょっと何かしら、形がちょっとできた松になってきたかなというふうには思ってますけど、ただこれも、じゃあどこを中心でって非常に難しいところでですね、まあ、悩みながらちょっと簡単にかけながらちょっと遊んだやつですね。で、まあ、これに関してはあまり枝がまともなのがなくてですね、非常にもうですけど、まあ、将来的には、まあ、文人木というような形で、ちょっとやれたらなと思うんですけど、まあさすがにこう上の方が勢いは非常にいいですので、まあここを少し抑えつつ、この辺がもうちょっと充実していくといいかなというふうには思ってます。これも立ち上がりまっすぐだったんですけど、まあ、ちょっと斜めにして植えることによって若干、動きを出したというやつですね。でこれに関して言っても、まあこれも全然立ち上がりはまっすぐなんですけど、まあちょこっと最終的にはこの辺はこんな長くなくて、落としていくといいとは思うんですけど、まあこういうちょっと斜めにまた植える時にですね、植え替える時に角度を変えながらちょっとやっていくと面白いかなというふうな、まあちょこっとした遊びですね。まあ放置された木でもですね、まあ何かしらこう形をこうやることによって動きを出してあげて、まあ正解かどうかは分かりませんよ。これが
これが正解かどうか分かりませんけど、まあこういう形の遊び方もあるんじゃないかなという、まあたまたま先ほどそういうのがあったので、まあ今お見せしましたけど、今年、こういったもう伸び放題のやつをちょこっと、時間があるときに遊んだ一つの例です。はい、まあよかったらなんか参考にしていただけるといいかなとは思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。